こんなバチバチなお二人を撮らせてもらってます。ナンバーナイン味が身があるね。ちょっとディティール。これもしかして三木本とコラボ、いったね。こんにちは、シュトーレイです。今日はですね、毎月のストリートスナップですね。今回はですね、割とね、普段撮らない人たちを普段撮らない地域で撮りました。まずはですね、こちらの3組ですね、渡辺聡さん、拓人くんと幸之助くん、あとは長谷川和也さんですね。これはですね、コムデ・ギャルソンアディクトみたいな感じの人ですかね。コムデ・ギャルソンが大好きだ、1位ずーって感じの人たちを撮らせてもらいました。実はですね、3月の末に私の友達であるトミー・トンっていうその有名なカメラマンが来てて、私と同じストリートスナップのフォトグラファーなんですけども、で写真集を作りますよと。でその話前から聞いてて、3つのブランドのアディクトを特別に撮りたいんだと。でそれでニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリいろんなところでアディクトを撮ってて、一つが、トム・ブラウン、一つがリック・オーエンス、一つがコムデ・ギャルソンで、コムデ・ギャルソンのことをたくさんの都市で撮ってたんだけど、東京に来るんだよみたいな、じゃあ手伝うよっていう感じで手伝って撮影とか同行してたの。どこかで呼びかけたってことですか？そうだね、2種類あるんだけど、トミーがすっごいインスタずっと見てコムデ・ギャルソンアディクトを調べて直接 DM したり。直接。そう、びっくりするよね。来てくれないかっていうのね。わざわざ行った三重県とか行ってた。これは三重県じゃないですか？これは銀座なんですけど、でそのつうらうら行ってて、で私も手伝うよって言って、私の知り合いの、ドーバーストリートマーケットに勤めてらっしゃる方がいて、その人に相談したら、知ってる人が何人かいるから顧客さんとかでね、声かけてあげるよって言って、今って感じ。どの方もファッションによって自分に自信が出た感じの人、ファッションによって人生変わった人だなっていうのがすごい印象的でしたね。じゃあ見てみましょうか。見てみましょう、どうぞ。渡辺聡、公務員です。公務員です。今どこにいるの？今銀座です。銀座です。歩行者天国でこんなに素敵な格好をしているんですけれども、今着てるものを聞きたいんですけれども、じゃあジャケットから。ギャルソンのプリスで。プリス。で中のちょっとロングワンピースみたいなシャツが。今度シャツもプリスです。プリスで、これもしかして三木本とコラボ行ったね。行ったね。なんかね、生産しなくなるっていう話だったんで。でパンツが。パンツもプリスで。でスニーカーが。ナイキとプリス。超プリス好きじゃないですか。全部プリスで揃えたね。なるほど。おそらく。ギャルソン歴って何年くらいなの？でも7年8年。その7、8年前にさ、聡さんがさ、ギャルソンにハマったきっかけって何かあるの？やっぱり他にはないシルエットとかパターンとかですね。それまでは普通の服着てたの？そうです。ただなんかやっぱり他の人と違うものが着たいなっていうのを探してはいたんですけど、ブランド探してでブラッド発見しちゃったみたいな。そうです。面白い。じゃあ最後に聡さんにとってファッションの魅力って何でしょう？なんか自分を表現するし、なんか自分の自信にもつながるものかなと思ってます。確かに堂々としてますもんね。ありがとうございます。大内拓人です。拓人くんです。自営業やってます。自営業です。はい。石田幸之助です。幸之助くんです。自営業です。はい。で今日は銀座に来てこんなバチバチなお二人を撮らせてもらってます。今日着てるこのジャケットはもうコムデ・ギャルソンプリスっていうブランドの。これってつながってるの？つながってます。つながってんだ、重ね着じゃなくて。中でつながってます。ここからつながってます。なるほどなるほど。でインナーが？インナーも全部ギャルソンです。全部ギャルソンです。こっちもギャルソンで、靴は？靴もコムデ・ギャルソンとジョージ・コックスのコラボです。コラボです。ちょっと待ってね。こんな感じです。はい。そして僕も今日はすべてコムデ・ギャルソンプリスです。まず、コート後ろ可愛いんだけどなんかね、こう後ろだけ見るとすごい可愛い女の人みたいに見えますけども、すごいことになってます。そしてインナーは？インナーもすべて穴が開いてるってこと？プリスで。そうです。これがまず1枚目で2枚目ってことか。シャツです。シャツ。であとは靴は？靴はコムデ・ギャルソンプリスとルイス・レザーのコラボのものです。ギャルソン好きになったきっかけとかっていつ頃なの？きっかけは17の時にルック見て知って好きになりました。お店は？僕は大学1年生の時に、やっぱりこれ見てこんなかっこいいブランドあるんだと思って、存在は知ってたけどちゃんと見て欲しくなりました。ギャルソンのラインっていっぱいあるけど、プリウスが一番いい理由って何かあるの？
強いからメンズブランドの中で一番最上級。最上級強い。一番強いものが欲しいからです。なるほど。1年に何着くらい買うの？何着？まあ数えきれないほど買ってそう。数えきれないほどは買ってました。そうだよね。しかも多分癖強ければ強いほどいい感じですか？そうですね、強いものが好きですね。なるほど。1年だったら100万に収まるようには頑張ります。収まる着数というよりすごいねじゃあファッション好きになったきっかけってあるの？父の影響ですか？お父さんがギャルソン好きなんだっけ？もう好きですね。家族みんな着てます。僕の家族はギャルソン着てる人いないんですけど、祖母が服が好きで、おばあちゃんからでいつも和服にビビアン合わせたりしてるような、服にビビアン、それの影響で服好きになりました。そりゃこんな孫できるわなるほど、ありがとうございました。じゃあね。ありがとうございます。お名前と職業教えてください。長谷川和也です。はい、会社員です。じゃあまずメガネからいこう。メガネはトム・ブラウンです。トム・ブラウンで、このネックレスはミキモトとギャルソンです。思ったで、このジャケットはコムデ・ギャルソンのプリス。プリウスです。中のインナーのピンクも全部プリス。このパンツも靴も靴はジルサンダー。靴はジルサンダーで、バッグがギャルソンとグッチ。ギャルソングッチです。菅さんはいつからギャルソンラバーなんでしょう25年前ぐらいです。20世紀から20世紀からファン。どこで買い物することが多いの？ギャルソンだったら銀座のドーバーです。ドーバーが多い。だからここに銀座にいるわけなんですけども、ファッションにハマったきっかけってあるの？母親がちょっとおしゃれが好きだったので、多分その影響があるのかもしれないです。お母さんがじゃあ子供の時から可愛い服着せてくれたとかそういう感じ？子供の頃は普通にサッカー小僧だったんで、ジャージばっかしか着てなかったんですけど、親がやっぱおしゃれしてるのを見て、楽しそうに洋服好きに着てたんで、アパレルに就職ちょっとして、その辺も多分あるのかな。ありがとうございました。次はですね、スタイリストのりくくんですね。りくくんは多分昔も1回撮らせてもらったんですけども、そこから独立して1年くらい経ったのかな。それで彼からいきなり連絡があったんですよ。で、行くじゃないですか、そんな何を差し置いてでも。ということでそこで、撮らせてもらった1枚です。詳細は動画の中にあるということですね。そうです。ファッション的にはファッション的にはザ・リクくんじゃない？このミクスチャー感覚、レースっていうガーリーなものだったりとか、ブコスなものだったりとか、ちょっとネイティブなものだったりとか、モードなものを全部合わせてでもリクくんみたいなのがすごいオリジナリティがあるなって思った。29歳松村陸也です。スタイリストをやってます。はい、1年前くらいも確か出てもらったんじゃないかなと思っておるんですけども、まずサングラスは？サングラスはイータービーターって友達がやってるブランドですね。なるほど。でもすごいコアにやってる感じの。で、りっくんといえばスタイリングなんですけども、あなた今日は何をたくさん着ているの？たくさん。じゃあ上から行こうか。ベストは？ベストは、ソロイスト。ソロイスなんだ。すごいヴィンテージかと思った。めっちゃヴィンテージっぽいのも、宮下さんデザイナーのがナンバーナインやられた後の本当に最初の頃のソロイストなんで、ちょっとナンバーナイン味が身があるね。ちょっとディティール。確かに確かに。ヴィンテージっぽい感じ。後ろも短くて可愛い。可愛い。そしてレースは？レースはオリミっていう。健太くんとこ？そうですそうです。はい。でオーダーさせてもらったレースシャツ。でその赤いのが？は古着です。古着。はい。ベルベットさんで買ってわせていただいて。なるほどなるほど。下北の。そうです。でT シャツ。T シャツがバンド T シャツ。ですね。なるほど。で、パンツが？パンツはセルストゥープレイっていうブランドで、なるほど。ヴィンテージのシルバーのやつですね。星と、なるほどなるほど。この重ね付けいいですね。はい、ヴィンテージです。なるほど。そしてあなた気になっている方がいらっしゃると思うんですよ。あなた指に何をつけているの？モンドッコっていうブランドを僕始めさせていただきまして。そうなんですよ。すごいね。これ何でできているの？これはスワロフスキーを全部使って作らせていただいてて、一個一個自分で作ってるんだもんね。そうです。ハンドメイドなんでちょっと時間はかかっちゃうんですけど、3ヶ月ぐらいですかね。今回は6月上旬には届くようにはしてるんですけど、じゃあ夏にいっぱいつけたいと思います。夏前には届くようにします。ありがとうございます。じゃあねー。ありがとうございました。はい、実はですね、私モンボッコ
初めて買わせてもらいました。はいはいはい。初ぼっこ。多分6月くらい、7月くらいに来るのかな。りくくんおすすめの色にしました。はいはい。また今度できたら見せます。次はですね、私のホームタウン原宿に戻りまして、古着屋さんの女性を撮らせてもらってます。はい、結構シンプルな格好なんだけれども、古着知り尽くして知り尽くして知り尽くして4周目のターンみたいな感じです。古着屋歴も長い方なんですか？ある程度長いかな。もともと OL さんとかやってたからいきなり古着屋さん始めて今みたいな。ただ古着は好きだったから知識がめちゃめちゃあるし、感性がすごい良いなって私は思ってる。ほんとシンプルな服しか着てないんだけどまとまってるなっていうのといい写真撮れた。夕方の光と背景とめぐちゃんの洋服の色が全部合ってる。私は今最近のお気に入りの一枚です。山本めぐみ古着屋やってます。何の古着屋さんですか？アメリカから仕入れているものですね。アメリカ古着です。スベルヴィンテージと申します。です。原宿と表参道の間ぐらい、表参道より、外苑よりかなにあります。で、今日のめぐちゃん、ここで大丈夫よ。こんな感じになっております。古着が似合います。で、早速なんですけども、着てるもの、帽子はメゾンドリリスのハットですね。トップスはアパルトモンで買ったオリジナルのかな？オリジナルかな？このエプロンはどこのでしょう？エプロンは下北のムーという古着屋さん。ムーだ。ムーです。チャザー通り行くところ。あそこか。やっぱいい古着屋さんはいい古着屋さんを知ってるね。なんかついてるよ。そう、これはね、この間知り合いのお店が渋谷パルコで古着屋さん、京都の古着屋さんなんだけど、イベントしてたんで、なんか三角で可愛いから。可愛い。そしてこの味のあるデニムは何ですか？646か517か、リーバイスの古着。色と形超良くないですか？このなんかちょっと丈のスパッとしてる感じが今の時期とかすごい使いやすくて。ね、いいね。で、靴です。そう、靴とちょっとエプロンの色合わせて、ちょっと今日黄色の気分で。めぐちゃんがファッション好きになったきっかけ？多分両親がすごい服好きでおしゃれだったのをちっちゃい時から見てたので、多分その影響がベースにあります。両親も洋服屋さん系だったの？全然違う。でも服好きでみたいな。服好き。じゃあ初めて自分で買ったものとか覚えてる？リーバイスの501。早熟？いつ？高1？当時やっぱりアメカジ古着ブームで、で父親がいつも行ってるジーンズショップが近所にあって、そこで見立ててもらって買った。それどっか行っちゃったんだよね。今あればヴィンテージだよね。超ヴィンテージだよ。そうだよね。やばいね。そうなんだよね。なるほど、ありがとうございます。こちらこそです。じゃあねー。ありがとう。はい、5月号はどんな印象でしたか？ギャルソンアディクトが一番印象的ですかね。あれは他には取れないし、ファッションで人生変えるってこういうことだっていうことを改めて思えたから、人生の中で何でもいいんだけどさ、すごい没頭できる何かがあるって素晴らしくない？いいと思います。それがファッションであれ、お茶でもあれお酒でも、撮影カメラでも何でもいいんだけど、すごいこういう感じってよくない？私こそ今欲しいんだけど、うちのお姉ちゃんがさ、前そんな話してて、何でもいいからなんか推し活したいって言って、友達がジャニーズオタだったから、じゃあ私もって言ってペロって入ってったよ。ああ、そうなんですね。でも乗り切れてないみたい。本屋さん行ったりとか、グッズ巡ったりとかして、推しが載ってる本は全部買うとか。やってるんですか、お姉さん？やってるんだけど、あれ何が楽しいんだろうねって言ってた。じゃあ無理やりやってるから。そう、無理やり感がある。でも形から入るってあるじゃん。私何でもいいからそれからやりたい。野球でも見に来ますか？じゃあ形から入るって言ったじゃないですか、さっき。じゃあ行く？入ってから草野球じゃなくてなんだっけ、甲子園か。草野球でした。ちょっと推し活のために今年はじゃあ甲子園推しになってみようかと。グッズとか買ってみようかなって思います。いいですね。モードな格好していこう。いらない T シャツ短パンで大丈夫ですか？トム・ブラウンのセットアップしていらない浮くあとあれ聞いていいですか？今週の MVS 聞いていいですか？長谷川和也さんかな。会社員のなんか一番
レベルの高い服を着てませんでした？手があったやつ。あ、こうタッチする人はいないなっていうあれ買ってるってことですもんね。そうそうそう。すげえな。あと長谷川さん結構ディテールはちょっと違うブランド、ジルサンダーとかさトンブとか買ってたけど、いい具合の付き合い方だなって。アディクトなんだけど視野も広くものも見れるしっていう感じの人だなって思って、あと喋っててすごい柔和な感じがした。はいはい。上司だったら嬉しくない？いいですよね。ね、なんか定時で帰らせてくれそう。そうですね。確かに何系のお仕事してるか気になってきた。ギャルソーアディクトの方みんな不思議じゃなかった？休日とかはもうバリバリギャルソンで。ねえ、オンオフつきそう。硬いスーツとか着てみたいな。いい、そういうのキュン。じゃあまた来月も頑張ってください。はい、頑張ります。はい、よかったらチャンネル登録もしてもろて。そして皆さんはどの方が気になったでしょうか。コメント欄にも書き込んどいてもろて。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。